父さん遅いな。今日帰るってギルドから連絡があったのに。シェラ姉は修行で王国一周旅行してるし。つまんない。ご飯の前にもう一度棒術の練習でもしよっかな。おーい、今帰ったぞ。お父さん。ただいまエステル、待たせちまったようだな。いい子で留守番していたか？当たり前よ。父さんの方も何もなかった？魔獣と戦って怪我してない？おお、ピンピンしてるぞ。それよりエステル、実はお前にお土産があるんだ。え、本当？釣り竿？スニーカー？それとも棒術の道具とか？育て方間違っちまったかな。お前ね、女の子だったら服とかアクセサリーじゃないか？綺麗な服は好きだけどすぐに汚しちゃうんだもん。アクセサリーも遊んでて壊したら嫌だし。それより父さん、その大きな毛布どうしたの？ひょっとしてそれがお、鋭いな。よっと。お土産？ま、こういうわけだ。割とハンサムな坊主だろ。大きな声を出すなって起こしちまうじゃないか。起きちゃうってこの子生きてるの？なんかぐったりしてるけど。手当ては済ませたからもう命の危険はないはずだ。だがとりあえず休ませる必要はありそうだな。ベッドに運ぶからエステルはお湯を沸かしてくれ。よく寝てる。この子私と同じくらいの年だよね。こんな真っ黒の髪私初めて見るかも。確かに見事な黒髪だな。ちなみに瞳はアンバーだぞ。ふーん、それはともかくそろそろ話してもらおうか。ギク。この子誰なの？なんで怪我してるの？どうして父さんが家まで連れてきたの？ひょっとして隠し子？お母さんを裏切ってたの？どこでそういう言葉を仕入れてくるんだか。ってシェーラーザードに決まってるか。そう。まったくあの耳どし豆。この子は父さんも仕事関係で知り合ったばかりなんだ。まだ名前も知らなかったりする。仕事って遊撃士の？まあな。おっと、目を覚ますぞ。本当に琥珀色。ここ坊主、目を覚ましたか？ここは俺の家だ。とりあえず安心していいぞ。どういうつもりです？正気とは思えない。どうして放っておいてくれなかったんだ。どうしてって言われてもな。
いわゆる成り行きってやつ？ふざけないで！カシウス・ブライト、あなたは自分が何をしてるのか。こら！怪我人のくせに大声出したりしないの。怪我に響くでしょ。誰？エステルよ。エステル・ブライ俺の娘だよ。お前さんと同じくらいの娘がいるって話しただろ。そういえば。そんな話をしてるんじゃ。ト。大きな声を出さない。分かったよ。でも君の行動の方が余計に怪我に響くんじゃ。なんか言った？だから怪我を悪化させる。なんか言った？なんでもないです。ま、この家の中ではエステルに逆らわん方がいい。本気で怒らせたら俺もかなわんくらいだからな。そうみたいですね。ところであんた、なんか忘れてることない？え？名前よ、名前。私もさっき言ったでしょ。こっちだけが知らないのって悔しいし不公平じゃない。ま、道理だな。今さら隠しても仕方あるまい。不便だし聞かせてもらおうか。わかりました。僕の名前はふんふんふん。うーん、眩しい。よく寝た。あー、
今朝の当番は父さんだったっけ？それじゃあヨシュアはまだ寝てるのかな？起きてるみたいね。よーし、私も早く支度しよっと。ヒューヒュー。やるじゃないヨシュア。おはようエステル。ごめん、もしかして起こしちゃった？ちょうど起きたところよ。でもヨシュアってば朝っぱらからキザなんだから。いやー、お姉さん思わず聞き惚れちゃったわ。何がお姉さんだか、僕と同い年のくせにさ。ちっちっち、甘いわね。同い年でもこの家では私の方が先輩なんだから。言うなれば姉弟子ってやつ？はいはい、よかったね。なんか投げやり。でもほんといい曲よね。明るいんだけどどこか切なくて。他の曲も好きだけどやっぱりその曲が一番好きかな。あれ、なんて名前だったっけ？星のありかだよ。そうそう、星のありか。私もハーモニカうまく吹けたらいいんだけどな。簡単そうに見えてこれが結構難しいのよね。君がやってる棒術と比べたらはるかに簡単だと思うけど、要は集中力の問題だと思うよ。全身を使わない作業ってなんだか眠くなってくるのよね。ヨシはもうハーモニカもいいけどもっとアクティブに行動しなくちゃ。ヨシュアの趣味ってあとは読書と武器の手入れくらいでしょ。今時インドアばっかりじゃ女の子のハートはつかめないわよ。悪かったね、受けが悪くて。そういう君こそ趣味に偏りがあると思うけど、釣りとか虫取りとかスポーツシューズ集めとか。いいじゃん、好きなんだもん。っていうか虫取りなんかとっくの昔に卒業したってば。本当かな。おーいエステル、ヨシュア。父さんおはよおはよう父さん。朝食の用意もうできたんだ。ああ、バッチリだぞ。二人とも冷めないうちにとっとと降りてこい。了解。すぐに行くよ。ごちそうさま。お腹いっぱいになっちゃった。朝からよく食べるな。いいじゃん、食うこと寝る子はよく育つよ。まあしっかり食ってせいぜい気合を入れるんだな。お前たち今日はギルドで研修の仕上げがあるんだろう。今までのおさらいだけどね。それが終われば私たちも父さんと同じブレイサーよ。もう子供扱いさせないんだから。まだまだ青いな。最初になれるのは準遊撃士、つまり見習いに過ぎん。一人前になりたかったら早く正遊撃士になることだな。上等じゃない。見てなさいよ、いっぱい功績を上げまくって父さんを追い越してやるんだから。やれるもんならやってみろ。何張り合ってるんだか。エステル、
油断は禁物だよ。今日は最後に試験だってあるんだからね。え試験って何？まさか覚えてないとか言わないよね。研修が身についてるかどうか確認するためのテストだよ。合格できなかったら補習だってシェラさんが言ってたじゃないか。やっばー、完璧に忘れてたわ。そういえばシェラ姉がそんなこと言ってたような気も。まあでもなんとかなるって。はあ、君って子はのんきというかそそっかしいというか。まったくもって嘆かわしい。この楽天的な性格は一体誰に似たもんだろうな。失礼ね、父さんほどじゃないってば。まったく似た者親子だな。まあいいや、エステルそろそろ町に行こう。ギルドでシェラさんが待ってるよ。わかった。シェラ姉を待たせると怖いもんね。そうだ父さん、今夜の食事当番私だけど何か食べたいものでもある？リクエスト受け付けとくよ。食べたいものか。ルーアン風魚の蒸し焼きバルサミコ酢風味なんてどうだ？何それ？それはエステルにはちょっと無理だと思うけど。言ってみただけだ。いつもと同じ魚のフライかオムレツでいいさ。無理をしないで食えるものだけ作ってくれ。失礼な親父ね。反論できないのが悔しいけど。その代わり頼みがある。雑貨屋でリベール通信というニュース紙を買ってきてくれ。今日最新号が入荷するはずだ。わかった。雑貨屋でリベール通信ね。残ったら小遣いにしていいぞ。ただし無駄遣いはするなよ。やったー、ありがとう。それじゃあ父さん行ってくるよ。おう、しっかりやれよ。シェラザードによろしくな。ちょうどいい時間だね。早すぎもせず遅すぎもしないってとこかな。教会の日曜学校を卒業したばっかりなのに、ブレイサーになるためにこんなに勉強させられるなんて夢にも思わなかったよ。それも今日が最後じゃないか。好きで志望したんだからこのくらいは苦労して当然だよ。それもそっか。よし、最後くらい気合を入れてシェラ姉のしごきに耐えるぞ。気合入ったみたいだね。それじゃすぐそこにあるブレイサーギルドに入ろうか。まだ時間もあるし町のみんなに挨拶しても良さそうだけど。確かにいい感じにリラックスできそう。あら、おはようエステル、ヨシュア。アイナさん、おはよおはようございます。シェラ姉、もう来てる？ええ、2階で待ってるわ。今日の研修が終われば晴れて遊撃士の仲間入りね。2人とも頑張って。ありがとう。頑張ります。
星と吊るし人、忍者と魔術師、そして逆位置の運命の輪。これは難しいわね。どう読み解いたらいいのか。シェラネ、おはよあら、エステル、ヨシュア。珍しいわね、こんな早くに来るなんて。う。ねへへ、最後の研修くらいはね、とっとと終わらせて遊撃士になってやるんだから。いつも意気込みはいいんだけど、まあその心意気に応えて今日のまとめは厳しくいくからね。覚悟しときなさい。そんな。おだまり。毎回教えたことを次々と忘れてくれちゃって、そのザルみたいな脳みそからこぼれ落ちないようにするためよ。ヨシュア、シェラネーがいじめるよ。大丈夫ですよシラさん。エステルって勉強が嫌いで予習復習もめったにやらないけど、ついでにむやみにお人よしで余計なおせっかいが大好きだけど、勘の良さはピカイチだからオーブメントも実践で覚えます。はあ、こうなったらそれに期待するしかないわね。ちょっとヨシュア、なんか全然フォローしてるように聞こえないんですけど。心外だな。君の美点を正直に言ったのに。まったくもう。ところでシェラネー、タロットで何を占ってたの？なんだか難しい顔してたけど。ああ、これね。近い将来身の回りで起こることを漠然と占ってみたんだけど、ちょっと調子が悪いみたい。読み解くことができなかったわ。読み解くことができない？へえ、そんなことってあるんですか？あまりに意味深な形になると逆に解釈に困ることがあるのよね。まあそれはいいわ。最後の研修を始めるわよ。
むふむ。
オーブメントのことなら任せ買い物てくれよ。買い物っこれにします。と。よし決めた。また来てくれよな。
必要なものはまた来てくれよな。ようやく研修も大詰めね。これから2人に認定試験を受けてもらうわ。今までの研修の成果が発揮されることを期待してるからね。はい。エステル、どうしたの？ねえ、知らね何？もしかして試験ってペーパーテストじゃないの？は？エステル、あんたさっき掲示板を見たでしょ？うん、見たけど。メモまで取らせたのに覚えてないの？地下水路の捜索をするって書いてあったと思うんだけど、あれが最終試験よ。エイドス様、地下水路を作ってくださった情け深いお心に感謝を捧げます。ひょっとして筆記試験だと思ってたの？だから工房であんなに騒いでたのか。懐かしいわね。今となってはいい思い出だわ。ああ、本当に僕たちちゃんと卒業できるのかな。なーによ、失礼しちゃうわね。はいはい、2人ともおしゃべりはそこまで。試験前なんだからもっと緊張感を持ちなさい。試験に落第したらきつい報酬を受けてもらうわよ。へへ、大丈夫だってば。さ、早く試験しちゃいましょまあ自信があるなら結果で証明してもらいましょうか。さて、
掲示板にもあった通り、試験の課題は地下水路内の捜索よ。捜索対象はどこかにある宝箱の中身で、それを回収することが目的になるわ。水路の構造はすごく単純だから迷う心配はないと思うけど、本物の魔獣がうろうろしてるから、油断してると痛い目に遭うからね。そこで2人にはこれを渡しておくわ。ん？この手帳は？それは戦闘手帳といって、戦った相手の情報を記録する手帳よ。敵の特性を見抜いたらすぐその手帳に記録するといいわ。なるほど。情報を制する者が戦いを制する。つまりそういうことですね。その通りよ。よくわかってるじゃない。へえ、いいものもらっちゃったわね。サンキューシェラね。ありがたく使わせてもらいます。よーし、よしは気合い入れていこそうだね。実戦だと思って慎重に行動しよう。で決める。決める。まだまだ。エステル、切り替えるよ。隙を見て戦術を切り替えよう。任せなさい。よし、聞いてるわね。よしは準備はいい？いつでも。敵がひるんだら連携しよう。行くよ。はあ、それ。華麗にアーツを決めるわよ。ああ、確実に仕留めるよ。焦らずに行こう。させない。任せて。苦労開始。
警戒しよう。おまけよ。行こうよ。これはどう？覚悟。やースタンよ。もらった。終わりよ。行くよ。ゴーゴー。よっしゃ。私の番ね。ドライブ開始。やっ行き止まりか。ということはあれが目的の宝箱ね。何やら大きいのが居座ってるけど。地下水路を縄張りにしている魔獣の親玉みたいだね。勝機を伺いつつ2人で一気に畳みかけよう。試験の仕上げってわけね。了解よ。駆動開始。千載一遇のチャンスだね。ええ、私たちのコンビネーションを見せつけるわよ。このまま攻めよこれはどう？覚悟。やー合わせて。う。了解。せい。任せて。気張っていきましょう。それ。甘い。行こうよ。これはどう？覚悟。やースタンよ。エステル。おまけよ。終わりよ。掴んだわ。新たな力だ。宝箱の中にまた箱がしまってあるなんて変ね。2つってとこも気になるし、中には何が入ってるんだろう。エステル、今回の任務は捜索と回収だよ。対象の調査は任務に入ってなかったと思うけど。もうヨシュアって本当硬いんだから。仕事じゃなく純粋な好奇心の問題よ。ねえ、誰も見てないしちょっと開けてもバレないわよね。落第したいんだったら止めないけど。落第？そういう可能性もあるってこと。もしこれが本当の仕事だったらそれは依頼者の持ち物だからね。非合法のものでもない限り
中身を確認する権利はないはずだよ。あ、それはそうかも。どうしても気になるなら後でシラさんにお願いしてみれば。さて、それじゃあ帰り道も集中していこう。オッケー。二人ともお疲れ。一応規則があるんで捜索対象を確認させてちょうだい。うん、本物ね。途中で開いた形跡もなしと。危なやっぱりね。二人ともおめでとう。実技試験は合格よ。あのくらい楽勝よ。でシェラね、その小箱には何が入ってるの？それは研修が終わってからのお楽しみ。さあ、おしゃべりはこれくらいにしましょう。まだ研修が終わったわけじゃないんだから。あれ、そうなの？だって試験は合格なんでしょ？最後に報告についての研修が残ってるわ。お疲れのとこ悪いけどこのままギルドに戻るわよ。まだあるのか。でも仕方ないわ。ここが踏ん張りどころね。そうだね、あとちょっとみたいだし。なるほど。次も期待しているわ。二人ともお疲れ様。これで研修の全過程は終了よ。あとは実際の経験で身につけるようにね。さてと。あ、その箱は。そう、さっきの試験で回収してもらった小箱ね。中に何が入ってるのかずいぶん気になってたみたいだけど。ひょっとしてもう開けていいの？ええ、いいわよ。二人とも中身を確かめてごらんなさい。やったそれでは。このエンブレムは。じゃあこれで僕たちも。エステル・ブライト、ヨシュア・ブライト。本日15時をもって両名を準遊撃士に任命する。以後は遊撃士協会の一員として人々の暮らしと平和を守るため、そして正義を貫くために働くこと。
2人ともおめでとう。これからはお仲間ってわけね。やったねヨシュア。これで晴れて私たちもギルドの一員よ。そうか、僕が遊撃士か。少し不思議な気分だな。もうヨシュアったらしんみりしてないでもっとパーッと喜ばないと。やっほー、やったはしゃぎすぎだよエステル。さてと、私はそろそろ失礼するわ。溜まってた仕事を片付けなくちゃいけないしね。ー。そっか、忙しい合間に毎日付き合ってくれてたんだ。シェラね、ほんとありがとね。お世話になりました。まあ新人を育てるのも遊撃士の義務ってやつよ。私も昔カシウス先生に研修でお世話になったもんだわ。あ、それで父さんのこと先生なんて呼んでるんだっけ。それだけが理由じゃないけどね。あんたたちも早く一人前になって後輩を指導できるようになんなさい。そしてゆくゆくは先生みたいな立派な遊撃士になれるようにね。それじゃまたね。わからないわね。何がさ。銀線のシェラザードといえば若手遊撃士の中でも一二を争う凄腕って聞いてるけど、どうして父さんのことをあんなに高く買ってるのかな。娘の私が言うのもなんだけど、しょっちゅう家を留守にしてる不良中年にしか見えないんだけど。不良中年ね。まあエステルから見ればそう見えるのも無理はないけど。いや、なんでもない。さあ今日は早く家に帰ろう。無事に遊撃士になれたことを父さんに報告しなくちゃ。そうね。早く来いよ。待ってよ。あれ、あんたたち。エステル。ヨシオお兄ちゃん。失礼ね。何よそのゲゲってのは。急いでるみたいだけど、どこかに遊びに行くつもり？気をつけないとダメよ。街道には魔獣もいるんだからね。なんだ、うっさいな。どこで遊ぼうとエステルには関係ないだろ。ブレイサーでもないくせにさ。ふっふっふ。甘すぎるわよルック。パーゼル農園のミルクより甘いわ。まさか。つい先ほどをもちまして私遊撃士資格を得ましたの。正真正銘本物のブレイサー。見習いみたいなもんだから威張れるような立場じゃないけどね。そこ水を差さないの。すごいお姉ちゃんたちやったね。パッドはいい子ね。小生意気な悪ガキやひねくれたお兄さんと違って。そんな、俺の方が先にブレイサーになるはずだったのに。ヨシュア兄ちゃんならともかくエステルなんかに先を越されるなんて。何よそのなんかってのは。だいたいね16歳以上じゃないとブレイサーにはなれないんだから。教会の日曜学校に通ってるお子ちゃまには無理なんだからね。大人げないな。本気で張り合ってるし。くっさー、覚えてるよ。俺も秘密基地で特訓してすぐにブレイサーになってやる。パッと行こうぜ。
お姉ちゃんたちまたね。まったくルックったらすぐ突っかかってくるんだから、私嫌われてるのかな。いや、むしろ逆だと思うけど。逆？まあ男の子ってことさ。それにしても秘密基地か、ちょっと気になるな。なんかそそられる響きよね。幼い頃のピュアなハートを揺さぶられるっていうか。いや、気になるっていうのはそういう意味じゃないんだけど。よしは、いいところで見つけたわ。あれ、アイナさん？どうしたんですか？やけに慌ててますけど。少し面倒なことになったの。今日はカシウスさん自宅にいらっしゃるのかしら？家で書類の整理をするとか言ってたけど。ねえ、何かあったの？ルックとパッド知ってるわよね？もちろん、さっき会ったばかりだし。彼らがどうかしたんですか？それがユニちゃんが教えてくれたんだけど、二人して北の郊外にある翡翠の塔に行ったらしいのよ。翡翠の塔？あそこ確か魔獣の住処になっていなかったっけ？ええ、その可能性が高いわ。シェラザードも出かけてるからカシウスさんに保護を頼みたいの。何言ってんのアイナさん。今すぐ追いかけなくちゃ。私たちが連れ戻してくるよ。でもね、あなたたちは資格を取ったばかりだし。アイナさん、
ここはエステルが正しいと思います。急げば塔に着く前に追いつけるかもしれません。分かったわ。責任は私が持ちます。遊撃士協会からの緊急要請よ。一刻も早く子供たちの安全を確保して。了解。わかりました。翡翠の塔はマルガ山道の途中を西に折れた先にあるわ。マルガ山道は町の北口方面よ。私はギルドで待機しています。何かあったら連絡してちょうだい。早速の初仕事ね。よしは急ぎましょう。ああ。翡翠の塔まで来たけど参道にいなかったってことは、あの子たち中に入っちゃったのかな。その可能性が高そうだね。中に入ろう。急ぐ必要がありそうだ。そうね。暗いよ。怖いよ。そんなに怖がるなよ。まだ最初の回じゃないか。やっぱり入ってたか。エステル？ルック、パッと聞こえるなら返事しなさい。あんやろうども、私を無視するつもり？いや、ひょっとしたら2階に上がったのかもしれない。とにかく奥に進んでみよう。よっしゃ。了解。あっち行けよお前ら。来ないでよバカ。うんりゃエステル姉ちゃん。ヨシオお兄ちゃんだ。あんたたち危ないから下がってなさい。すぐに片付けるからね。早く助けろよなエステル。まったくこんな時まで口が減らないんだから。2人とも慌てずに僕たちの後ろに回るんだ。分かった。悠長にしている暇はない。速攻で決めよう。エステル。了解。ここは大技で仕留めましょう。どんどん行きましょう。これは効くよ。捉えた。ほらだ。行こうよ。焦らずに行こう。行くわよ。連覇無双撃。崩れたわ。合わせて。了解。終わりよ。よしはお願い。これは効くよ。
急げ。おまけよ。行くよ。急げ。よっしゃ、片付いたわね。うん、みんな無事でよかった。それに突入のタイミングもなかなか良かったと思うよ。そっかな。終わったの？すっげえ。エステル結構強いんだな。駆け出しのくせにやるじゃんか。このおバカ。いって何すんだよ。まったく、あんたはもう乗り気じゃないパッドまでこんなところに連れてきたりして。反省しなさい。やめろってば。暴力女バカエステル。おまけに命の恩人に対してその口の利きよう。きっついお仕置きが必要みたいね。エステル姉ちゃん許して。僕が悪かったです。お姉ちゃん、そのくらいで許してあげてよ。いいのよ、この悪ガキにはこれくらいした方が身のため。エステル後ろ。やば。よかった、来てくれたんだ。まだまだ甘いなエステル。見えざる脅威に備えるため常に感覚を研ぎ澄ませておく、それが遊撃士の心得だぞ。父さん、どうしてここに？何、アイナから話を聞いてな。すぐに塔に向かった行動力ととっさの判断は評価できるが、爪が甘かったようだな。面目ないです。助かったよ父さん。ごめん、僕がついていながら。守ることに関してはお前もまだまだということだ。精進すればそれでいい。それでは帰るとしよう。おーし坊主ども、歩けるな。はい。かっこいい。カシウスおじさん、エステルの何倍もかっこいいよ。当たり前だ。それじゃ町に戻るぞ。助けてくれたのは感謝するけど、なんで父さんがいいところを全部持っていっちゃうのよ。納得いかない。それは仕方ないよ。なんといってもカシウスブライトだからね。大変だったみたいね。まったく父さんたら、町に到着するなり報告は任せたとか言ってとっとと家に帰っちゃうし、ほんといい性格してるよね。まあいいじゃない、あの子たちも無事だったんだし。とりあえず報告は以上です。初任務お疲れ様でした。
報告を聞いた感じだとあなたたちも頑張ったみたいね。胸を張ってもいいと思うわよ。そうかな。大丈夫、次はもっとうまくやれるわ。また何かあったらよろしくね。うん。それじゃあエステル、帰ろうか。そうね。帰って夕飯の支度をしなくちゃ。ああ、ちょっと待って、カシウスさんに手紙が届いてたの。さっき渡しそびれてしまったから届けてもらえないかしら。仕事関連の連絡かな。そうだと思うわ。外国の支部からみたいだけど。外国の支部ですか？遊撃士協会があるのはリベールだけじゃないからね。カシウスさんは顔が広いから、そういう手紙は時々届くのよ。それではよろしくお願いね。ねえ、ヨシは。何さ？私、遊撃士に向いてるかな。まあ父さん譲りの武術の腕もそれなりのレベルだと思うし、困っている人がいたら放っておけないおせっかいな性格にも合ってると思うけど。そっか。ひょっとして塔での出来事を気にしてる？うん。あの時私の不注意でルックまで巻き込むとこだった。父さんが来てくれなかったら大怪我を負わせてたかもしれない。これから先こんな調子でやっていけるのかなって。何らしくないこと言ってるかな。今日の失敗は明日取り戻せばそれでいいじゃないか。明日より先のことを考えて尻込みするなんて君らしくもない。ずっと憧れていた仕事だろ。この程度でへこたれてどうするのさ。よしはそうだよね。こんなの私らしくないよね。そうそう、エステルに深刻な顔は似合わないから。能天気に笑ってる方が自然だよ。ってどういう意味よ。まったく一言多いんだから。それは認める。まあいいや。ありがとう、元気づけてくれて。それじゃあ早く家に帰りましょう。なんか急にお腹が減ってきちゃった。やっぱり能天気だ。ただいま父さん。報告終わらせてきたよ。うん、ご苦労だった。報告内容は各支部で検討されて報酬や昇給などに影響してくる。これからも忘れずにな。分かってますって。そうだ父さん、リベール通信買っといたから。それとギルドからの預かり物。うん、手紙か。それじゃあ私は夕飯の支度があるから。ああ、そうだ。今日はありがとね。危ないところを助けてくれて。おお、いつになく首相だな。ようやく父の偉大さを理解してくれたようで嬉しいぞ。さあ遠慮するな。ドーンと胸に飛び込んでくるがいい。調子に乗んないの。まったくうちの男どもは減らず口ばかり達者なんだから。
思っていたよりも落ち込んでいないようだが、よしはお前のおかげか？大したことはしてないよ。ちょっと葉っぱをかけただけさ。もともと強い子だからね。まだまださ。遊撃士家業をしていれば迷ったりすることはいくらでもある。それを乗り越えてこそ一人前だ。相変わらず娘思いだね。じゃあもう一回やり直しだよ。いきなり挑戦するのはさすがに無理があったかも。いいな、料理は気合い。何度でも挑戦あるのみよ。まったく落ち着きのないやつだ。少し手伝ってくるよ。あの調子じゃいつ食事にありつけるかわからなさそうだし。さてと、帝国方面からの連絡か。なんだと？ほう、驚いたな。どうよ、エステル特製ふわふわ卵のチキンオムライス。心して味わいなさいよね。美味しくできてるよこれ。やるじゃないエステル。これが真の実力よ。いやー、いろいろあったけど今日はすごくいい一日だったな。遊撃士の資格ももらったし、初めての任務も経験したし、オムライスも成功したしね。初めて作った割には食えるな。覚悟していたのに拍子抜けだ。失礼ね。素直に美味しいって言ってよ。いやー、こんな上出来なものが出発前に食えるとは思わなかった。やるじゃないかエステル。へへへ。出発前。父さんひょっとして。急な仕事が入ってな。しばらく家を留守にするぞ。ちょっと待ってよ。それっていつからなの？明日からだ。なんですって？いくらなんでも急すぎるわよ。さっきの手紙だね。何か事件でも起こったの？何、単なる調査だ。いろいろな場所を回るから1ヶ月くらいはかかるだろう。そういうわけで留守を頼んだぞ。何がそういうわけでよ。まったくもういつも勝手なんだから。仕方ないよエステル。頼まれたらそれに応えるのが遊撃士の仕事なんだから。それは分かってるけど、ロレント支部の仕事はどうすんの？依頼とか受けてるんじゃない？ 5、6件ほどな。そこで考えたんだが、お前たち俺の代わりにいくつか依頼を受けてみないか？それって父さんがやるはずだった仕事のこと？新米のお前たちでもやれそうな仕事を回してやろう。難しそうなのはシェラザードに頼むことにする。どうだ？やるに決まってるじゃない。ね、ヨシュアもいいよね。そうだね、いい経験になりそうだ。決まりだな。明日出発前にギルドに話を通しておこう。
がぜんやる気が出てきちゃった。父さんの名を落とさないためにも気合を入れて取り組まないとね。おお、エステル、泣かせてくれるじゃないか。天国の母さん、見てるかい？俺たちの娘はこんないい子に育ってくれたぞ。だって父さんもういい年だから、ここで信用なくしたら後がないし、協力してあげるのが娘の義務よね。俺はまだ45だ。バリバリの現役だっての。ああ、親子漫才もほどほどに。ところで父さん、明日はどっちの飛行船に乗るの？オート行き？それとも防水機？オート行きだ。朝の10時に出発だな。だったら明日はちょっと早起きしなくちゃね。目覚まし時計セットしとこっと。父さん。よしやか。あんまり飲みすぎるとまたエステルに叱られるよ。旅立ち前の景気づけさ。どうだ、お前も付き合わんか？遠慮しとく。っていうか未成年に酒を勧めないでよ。シェラさんじゃないんだから。あれは俺以上の上ばみだからな。かなりの事件みたいだね。まだ確証はないが、帝国の方で動きがあるらしい。エレボニア帝国で。きな臭いね、それは。目立った動きではないが、それがかえって気にかかる。まずは帝国大使館に探りを入れてみるつもりだ。分かった。エステルのことは任せてよ。あまり甘やかすんじゃないぞ。遊撃士になったからには自分の面倒くらい見られないとな。エステルなら大丈夫だよ。天性の勘を持っているし、荒削りだけど武術も天才的だ。きっと一流の遊撃士になれる。今は世間知らずのひよっこさ。いずれ自らの意志で進むべき道を選ばなくてはならん。よしや、それはお前にも言えることだ。もう5年になるか。正直あっという間だったな。うん、本当にあっという間だった。あの時の言葉、まだ撤回するつもりはないか？僕にとって最後の一戦だから。それすら守れなかったら、僕は自分が許せなくなるから。だからごめんなさい。謝る必要はない。だがな、これだけは覚えておけ。お前がどんな道を選ぼうと、この5年間を消すことはできん。俺もエステルもお前の家族だ。どんなことがあろうともな。うん。ありがとう、父さん。さて、そろそろ時間だ。エステル、あまり無茶をしてヨシアの手を焼かせるんじゃないぞ。もう耳たこだってば。父さんも無理しちゃダメよ。もう若くないんだからね。まだまだ若いもんには負けられんさ。
シェラザード、お前にも急な仕事を押し付けてすまんな。いえ、気にしないでください。先生の代わりが務まるか自分ではちょっと心配ですけど。謙遜するな、銀線の。ついでに悪いが何かあったら二人を頼むぞ。それは任せてください。決して甘やかさずに厳しく見守ればいいんですね。さすが分かってるじゃないか。何よそれ。この辺りが指定だね。大都方面行き定期飛行船リンレ号、まもなく離陸します。ご利用の方はお急ぎください。おっと、いかんいかん。父さん、行ってらっしゃい。こっちのことは心配いらないから。どこに行くか知らないけど、お土産期待してるからね。ちょっと洒落た小物とか。こらこら、遊びに行くんじゃないぞ。まあ財布に余裕があったら考えてやらんこともないがな。それでは二人とも元気でな。行っちゃったね。うん。寂しそうな顔しなさんな。どうせすぐに戻ってくるわよ。何の調査かは知らないけど、先生だったらあっという間だわ。寂しくなんかないってば。父さんが留守にするなんていつものことだもん。はいはい、そういうことにしといてあげる。それじゃあ私は先生から引き継いだ仕事を片付けるけど、困ったことがあったら遠慮なく頼ってきなさいよ。うん。でも最初のうちは自分たちの力で頑張ってみるよ。どこまでやれるか試してみたいし。生言っちゃって。まあヨシュアがついていればそれほど心配することもないか。二人とも頑張りなさいよ。頑張ります。さてと、どうする？早速ギルドに行こうか。どんな仕事をするのかアイナさんに聞いて確かめなきゃ。それじゃあレッツゴー。
どれどれ。さあ始めるよ。みずみずしくて美味しそう。でもところどころ荒れてるね。ギルドの情報通りか。いたいた、ディオだ。やっほーディオ。やあ久しぶりだね。エステル、それにヨシアまで。もしかして遊びに来てくれたの？遊撃士の仕事よ。なんでも魔獣が出たそうじゃない。研修が終わったんだ。おめでとう。よかったじゃない。うん、あなたたちだったらなんとかできるかもしれないわね。やっぱり出るの魔獣。ここ数日ずっとよ。おかげで私まで寝不足になっちゃって。ということは魔獣は夜に出没するんだね。ご明察。まあ詳しい話はお父さんたちに聞いてみて。そろそろ配達から戻ってくると思うんだけど。こんにちは、おじさん、おばさん。ご無沙汰しています。おやまあ、エステルとヨシアじゃないか。こりゃ久しぶりだね。ティオに会いに来たのかい？ディオとはさっき会ったばかりよ。今日は遊撃士協会の用事で来ました。なるほど、事情は分かったよ。でもあんたたちだけで魔獣退治なんてちょいと危険じゃないかね。そうだな。君らに怪我をさせるわけには。心配しないで。
これでも一応遊撃士だもん。魔獣退治だったらお手の物よ。ギルドの許可も得ています。どうか任せてもらえませんか？よし、それではお任せしようか。ありがとうおじさん。それでどんな魔獣が出たの？正体はよくわからないが、丸っこい猫のような魔獣でね。夜中に 3,4 匹くらい現れて畑の野菜を食い散らしていくんだ。凶暴じゃなさそうだけど、とにかく動きが素早くってね。捕まえようとしてもすぐに逃げられちまうんだよ。なんか変な魔獣ね。夜中に現れるということは、それまで待つ必要がありますね。ああ、夜になるまでゆっくりとくつろいでいてほしい。もちろん2人とも夕食に付き合ってくれるんだろ？もちろん。ハンナおばさんの料理ってとっても美味しいから楽しみ。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。それじゃ期待に添えるよう張り切って作るとしようかね。美味しかったな。ハンナおばさん相変わらず料理が上手よね。うちのお母さん、お客さんが来ると張り切るから。それよりヨシュアには悪いことをしちゃったわね。チビたちの相手をさせちゃって。いいんじゃない？ヨシュアって意外と子供に懐かれることが多いし、どちらかというと堅苦しいタイプなのに不思議よね。あら、そんなことないわよ。確かに礼儀正しくて他人行儀な雰囲気もあるけど、いざ知り合ってみると結構面倒見がいいのよね。さりげない気配りがまたポイント高いっていうか。そうかな。加えて整った顔立ちと神秘的な琥珀の瞳、漆黒の髪。女の子に騒がれるのも当然よね。ヨシュアってモテるの？何を今さら。交際を申し込んだ子は1人や2人じゃないって噂よ。彼全部断ったみたいだけど。知らなかった。ヨシュアってば私に何の相談もしないで。まったく秘密主義というか水臭いというか悪情なんだから。まあ同性ならともかく異性に相談する話でもないし、それにエステルにはなおさらね。なんで？エステル、いいかい？そろそろ見回りの時間だよ。分かった。それじゃお仕事を片付けてくるわ。今の話また後で聞かせてね。はいはい、気をつけて行ってきなさい。相変わらずこの手の話には疎いというか鈍いというか。こりゃヨシュアも苦労してるわね。どうやら魔獣はいつもこの時間に現れるみたいだ。早速見回りを始めようか。何さ。ねえヨシュア、私に隠し事してない？なんだよやぶから棒に。ヨシュアが家に来てから私たちいつも一緒だったよね。いっぱい
回喧嘩もしたけど、それだっていい思い出だし、私ヨシュアのこと本当の意味で家族だと思ってる。エステル、だから何かあったら相談に乗るからね。例えば青春の悩みとか。は？話はそれだけ。とっとと見回りを始めましょう。ティオに何か吹き込まれたのかな。隠し事か。うわー、さすがに暗いわね。ねえヨシュはどういう風に見回ればいいと思う？そうだね、家の周り、畑、牧舎、温室を一通り回ってみるといいかもね。農園全体をカバーできると思う。うん、わかった。それじゃあレッツゴー。夜の農園って静かだよね。鶏や牛も寝ちゃったのかな。魔獣に感づかれると面倒だ。静かに。あとは懲らしめてやるだけね。これからが本番だ。気を抜かないようにね。親玉まで現れるだなんて。けど好都合ね。うん、それにこの気配、気を抜かず全力で対処しよう。
わよ。よしよ。終わりよ。いつでも行ける。どんどん行きましょう。遅い。下がれ。もらったわ。僕が相手だ。気張っていきましょう。覚悟はいい。断骨剣。もらったわ。よーし。背中は任せてエステル。それ。崩れたわ。続いて。おまけよ。行こうよ。これはどう？覚悟。や遅い。危険だな。気張っていきましょう。苦労開始。炎よ。行くよ。気張っていきましょう。これは効くよ。そこだ。くら私の番ね。背中は任せてエステル。これはどう？はあ、旋風いつでも行ける。本気で行くよ。一網打尽だ。ないわ。それ。お願い。私の番ね。これはどう？なんとか立て直そう。行くわよ。はあ、おりゃ。崩れたわ。エステル。もらったわ。どういうわけには。危ないわ。やっ。僕が相手だ。炎よ。
やはや、さすが遊撃士だ。このすばしっこい連中を見事捕まえてしまうとはね。それほどでも。ところでこいつらどうしよう。退治しなくちゃダメかな。当たり前だよエステル。僕たちは魔獣退治に来たんだから。でも遊撃士の使命は人を守り正義を貫くこと。魔獣に情けをかけるのは筋違いだよ。そうなんだけどさ。まあ被害に遭ったのはうちの野菜だけなんだし、見逃してもいいんじゃない？そうだね。これだけ痛い目にあったらさすがに懲りるってもんだろ。ティオ、おばさんですが、私も殺すのは反対だ。彼らも私たちも同じ土地で暮らしている存在だ。ある程度折り合いをつけて暮らしていく必要があると思う。ヨシュア君、今回は見逃してくれないかな。わかりました。被害に遭われた皆さんがそうおっしゃるのなら反対はしません。すまないね。せっかく来てもらったのに。私たちも柵を強化したりして被害が起こらないように工夫しよう。それじゃ決まりね。そういうことだからみんなに感謝しなさいよ。今度やったら地獄見せるからね。さて、これで一件落着だ。今夜はもう遅いから寝るとしよう。君たちもぜひ泊まっていってくれ。はーい。お世話になります。もうクタクタだわ。もう夜も遅いし、さっさと寝るとしますか。あれ、どうしたのヨシュア。ごめん、みんなに嫌な思いをさせた。さっきのこと？バカね。そんなこと思ってる人なんていないわよ。普通に考えたらヨシュアの意見が正しいもんね。正しいわけじゃない。ただ心が冷たいだけさ。今だって情けをかけずに退治すべきだったと思っている。エステルやティオたちと違ってかわいそうという気持ちが湧かないんだ。こういう時自分がたまらなく嫌になる。人として不完全じゃないかって心のどこかが壊れているのかもしれないな。ヨシュアのバカ！勝手に自分のこと決めつけるんじゃないわよ。エステル、この5年間私はヨシュアのことをずっと見てきた。いいところ悪いところは誰よりも知っている自信がある。多分ヨシュア本人よりもね。その私を差し置いてふざけたこと言わせないからね。壊れてるだなんて絶対に言わせないんだから。ごめん、バカなこと言った。分かればよし。でもちょっと嬉しかったな。ヨシュアってさ、
いつも一人で溜め込むじゃない。苦しい時も悩んでいる時も平気そうな顔をしながら一人で解決しようとするのよね。それってやっぱり家族としては寂しいよ。エステル、僕は。でも今日は自分をさらけ出して弱い部分を見せてくれたじゃない。少しは私のことを頼りにしてくれたんでしょ。だからちょっと嬉しいんだ。何言ってるんだか。そんな恥ずかしいセリフよくさらっと言えるもんだね。任せなさいって。さ、今日はもう寝ましょう。散々走り回って疲れちゃった。そうだね。おやすみエステル。それからありがとう。どういたしまして。おやすみなさいヨシュア。聞かせてちょうだい。さてと、市長さんいるかしら。忙しい人だからどこかに出かけてるかもね。おお、エステル君とヨシュア君か。市長さん。お邪魔します。今日は遊撃士協会から来ました。
話は聞いておるよ。カシウスさんの代わりに仕事を引き受けてくれるそうじゃな。そのつもりだけど。ごめんね市長さん。父さんがいい加減な約束して。いやいや、カシウスさんほどの人であれば多忙を極めるのは当然じゃろう。それよりこんなところで話をするのもなんだな。詳しい話は書斎でさせてもらうよ。出発進行。やっほー、早い早い。子供だな。
おや、ジョーちゃんたちは？あなたが鉱山長さん？よかった、やっと見つけたわ。遊撃士協会のものです。クラウス市長の代理として来ました。ほう、なるほどね。お前さんたちが遊撃士か。若いのに大したもんじゃないか。えへへ、それほどでも。それで化粧はどこにあるの？ちょいと待ってくれ。何分めったにお目にかかれない貴重な代物だからな。肌身離さず保管しているわけさ。こんな大きな結晶見たことないわ。すごい。内部から光が弾けているみたいだ。七曜石の一つ、風の力を秘めたエスメラスの結晶だ。これだけ大きいと宝石としての価値は莫大なものになる。間違いなく市長さんに届けてくれよ。綺麗。妖精を持ってるみたいな感じね。面白い。見て見て、ヨシュア。確かに綺麗だけど、そのくらいでストップ。落としたりしたら大変だよ。張り合いがないんだから。これでよしっと。それじゃあ親方さん、間違いなく市長さんに届けるわね。おう、よろしく頼んだぜ。どうしたの？妙だな。空気の流れが変わりやがった。空気の流れ？この匂いは。収まったみたいね。今のってひょっとして地震？いや、坑道のどこかで崩落が起きたらしい。地盤の緩い場所にぶち当たったか。こりゃ被害状況を確認しないと。エステル、気をつけて。抜けてた。魔獣？親方さんは下がっていてください。僕たちが注意を引きつけます。おうよ。背中は任せて、エステル。どんどん行きましょう。これは効くよ。それ！お返しよ。ドライブ開始。砕け。一気に決めよう。任せなさい。おまけよ。終わりよ。あったまってきた。焦らずに行こう。砕け。崩れたわ。もらった。行くよ。ゴーゴー、よっしゃ。切り裂け。続いて。もらったわ。ガンガン行くわよ。
よしわ。ゴーゴー。スタンド。続いておまけよ。どうして魔獣が。親方さん、ここって魔獣とか出るの？こんな奥に出たのは初めてだ。魔獣は七曜石の輝きに引きつけられる性質がある。だから今までにも入り口近くに迷い込んでくることはあったが、ひょっとしたらさっきの崩落で行動の一部が魔獣の巣に繋がったのかもしれません。魔獣の巣ですって？考えられないことじゃない。これはいかん。作業してる連中を脱出させねえと。そういうことなら任せてよ。私たちも手伝わせてもらうわ。何？魔獣退治ならお手の物よ。一刻を争う時だから遠慮しないで。すまん。力を貸してくれ。ちなみに行員さんたちは全部で何人くらいいるんですか？地下で作業していたのは確か4人だったはずだ。了解。大急ぎで助けに行きましょう。すまん。そうだ、必要ならこいつを使ってくれ。向こうから声が。天敵必殺させない。許さないわ。背中は任せてエステル。ここが攻め時よ。行くよ。これは効くよ。はあ、それに私の番ね。背中は任せてエステル。これはどう？旋風よしわ。了解。行くよ。これは効くよ。気張っていきましょう。遅い。下がれ。スタンだ。もらったわ。取った。これはどう？このまま攻めよ旋風崩れたわ。
いつでも行ける。解き放つ。これは効くよ。覚悟はいい。こっちだ。急ごう。切り替えるよ。よーし。これはどう？攻めよう。流れを変える。本気で行くよ。決まっていきましょう。これは効くよ。続いておまけよ。どういうわけには。危ないわ。やっガンガン行くわよ。背中は任せて。砕け。崩れたわ。もらった。任せて。これは効くよ。遅い。下がれ。切るんだ。おまけよ。取った。あったまってきた。砕け。
敵必殺。僕が相手だ。背中は任せてエステル。背中は任せてエステル。行くわよ。はー熱波無双撃スタンよ。一気に決めよう。オッケー。おまけよ。続いてヨシュア。ゴーゴーヨシュア。これは効くよ。スタンだ。合わせて。任せて。ゴーゴーヨシュア。これは効くよ。それ撃。私の番ね。砕け。
今回はすまなかったな。余計な仕事までさせちまって。そのうちギルドに連絡してちゃんと礼をさせてもらうからな。気にしないで、当然のことをしたまでだもん。これも修行のうちってやつよ。ところでシカはどうするつもりですか？なんとか自分たちでケリをつけるさ。爆薬を使って魔獣の巣穴を塞いじまうっていう手もある。ま、よほど困ったことがあったらギルドの手を借りるかもしれねえ。うん、その時は任せてね。それじゃあ私たちは市長さんに結晶を届けるわね。エステル、落としたりしてないよね？失礼しちゃうわね。そこまでうっかりしてないってば。ほらここにまさか落としたのか？なんちゃってちゃんとありますよだ。さとっとと届けに行きましょう。まったく君ってやつは。心臓に悪いぜ嬢ちゃんよ。なるほど、あの時計台にはそんな逸話が。私とても感動しましたわ。戦争の悲惨さを語るのはたやすい。大切なのは悲しみを乗り越えて平和を築こうとする強さだと思うのじゃ。おや、例の品を届けに来たんだけど、お邪魔だったかな。おお、エステル君たちか。邪魔なんてことがあるもんかね。ちょうどいい、紹介しよう。こちらはジョゼット君、ジェニス王立学園の学生さんじゃ。ジェニス王立学園。聞いたことがあります。ルーアン地方にある全寮制の高等教育学校ですね。ええ、その通りですわ。お初にお目にかかります。ジョゼット・ハールと申します。私はエステル。よろしくねジョゼットさん。ヨシュアです。よろしく。実はこの二人遊撃士での個人的なことで仕事をお願いしていたところなんじゃ。遊撃士？いかなる権力にも屈しない平和を愛する誇り高き自由騎士。感激ですわ。本物の遊撃士に巡り会えるなんて。そんなに感激されるとくすぐったくなっちゃうわね。ところでジョゼットって呼んでいい？ええ、そう呼んでくださいな。ジョゼットはどうしてここに？市長さんと知り合いなの？いえ、お目にかかったのは今日が初めてですわ。私、自主研究の一環として各地の重要文化財を調べているんです。それでお忙しいとは思ったのですが、市長にお話を聞かせていただこうと。勉強熱心ね。それじゃあ邪魔しちゃ悪いかな。いえいえ、もう十分お話は伺いましたから。それより私の方がお邪魔でしょうか？いやいや、そんなことはないよ。エステル君、せっかくの機会じゃから例の品を彼女にも見せてくれないかね。うん、ちょっと待っててね。わ
は七曜石ですわね。なんて素晴らしい輝きかしら。見事な大きさじゃ。まさにロレント市民全員の感謝を表すにふさわしい贈り物じゃ。贈り物？感謝を表すにふさわしい。なるほど、生誕祭の贈り物ですね。鋭いのうヨシュア君。これを使ったオーブメント細工をアリシア女王陛下に贈るつもりじゃ。60歳におなりになる陛下へのロレント市民の感謝の印としてな。女王様への贈り物？まあ素晴らしいですわ。我々リベール国民は女王陛下にいつも世話になっておるからな。定期飛行船が簡単に利用できるのも王家が援助してくれているおかげじゃ。リベール国内の遊撃士協会も王家の援助を受けていると聞きます。確かにいろいろな形でお世話になっていますね。うわー、それってなんかすごい。ねえヨシュア、どうしよう。私たち女王様への贈り物をこの手で運んじゃったんだよ。アマツさえ思いっきり振り回してたもんね。バラしちゃダメだってば。エステル君らしいの。もうそれじゃあ市長さん、間違いなく渡しておくわね。確かに受け取った。それでは慎んで。これでよしと。あとはメルダース工房でこれを使ったオーブメント細工を仕上げてもらうだけじゃな。今から仕上がりが楽しみじゃのう。あ、ずるい市長さん。完成したら私にも見せてね。ああ、残念ですわ。この目で確かめられないなんて。でも今日はお話に加えて素敵なものを見せていただきました。もうお礼の言葉もありませんわ。いやいや、これくらい市長の務めじゃよ。本当にありがとうございました。それでは私はこれで失礼いたします。待って、ついでだから私たちも失礼しちゃうわ。そうだね。市長、それでは失礼します。お世話になったの。それじゃあ明日にはもう定期船で帰っちゃうんだ。ええ、そうなんですの。すぐに学校も始まってしまいますし。なるほど、学校の休みを利用して調べに来てたんだね。ああ、残念だな。せっかく仲良くなれそうだったのに。また会えるといいね。はい、私もそう願っております。それではごきげんよう、エステルさん、ヨシュアさん。いやー、いい子だったわね。いいところのお嬢さんっぽいのに、それを鼻にかけたところがないし。よしょ、あれれ、ひょっとして今みたいなのがタイプだったり。何変なこと言ってるのさ。焦ってる焦ってる。いやー、お姉さん驚いちゃったな。ヨシュア君の好みがお嬢様タイプだったなんてね。今度会う時までに気の利いた口説き文句を用意しとかなきゃね。勝手に盛り上がってなよ。まったく人の気も知らないで。なんでもない。それよりギルドに報告に行こう。父さんの代理の仕事も次で終わりだよ。あ、そっか。ギ
気合を入れていこうね。聞かせてちょうだい。なんだお前さんたちは。あなたひょっとしてリベール通信の記者さん？その通りだが、なんで知ってやがるんだ。俺は人を取材するのは好きだが、人から詮索されるのは嫌いでね。どういう要件だ一体？遊撃士協会から来ました。護衛の依頼をされたそうですね。おお、ようやく来たか。ほんと待ちくたびれちまったぜ。それでカシウス・ブライトはどこだよ？それなんだけど、本人別の仕事が入っちゃったの。それでロレントを離れちゃって。なんだと？せっかくだから噂の遊撃士に取材してやろうと思ったのに。ちきしょう、当てが外れちまったじゃねえか。よくわからないけど、まあそんなに悲観しないでよ。私たちがしっかりと代わりを務めさせてもらうから。仕方ねえな。今回はそれで手を打つか。お？今なんて言った？そんなに悲観しないでよ。そうじゃねえ、代わりに務めさせてもらうだ。どういうことだそりゃ。だから私たちが代理の遊撃士なんだけど。ああ、これ紹介状ね。おいおい、冗談きついぜ。お前らみたいなガキどもが遊撃士だって言うのかよ。ガキですって？乙女に向かってなんて言い草よ。何が乙女だ。色気のねえ格好をしやがって。悔しかったらちょっとくらいは年頃の娘らしい格好をしてみやがれ。これは傍術用の服装なの。らしいって何よ、らしいって。まった
ったく失礼なおじさんね。俺はまだ20代だ。おじさん呼ばわりするんじゃねえ。とにかく記者さん、僕たちが遊撃士でギルドから派遣されたのは確かです。他の人を紹介してもいいですけど、その場合いつになるか分かりませんよ。これ以上締め切りは伸ばせねえし、仕方ない。背に腹は変えられねえか。喜べガキども、お前らに任せてやるよ。偉そうなおじさんね。まあまあ、僕はヨシュアと言います。こっちの女の子はエステル。あなたの名前も教えてくれますか？ナイアル・バーンズ、リベイル通信きっての敏腕記者だ。短い付き合いとは思うがよろしくな。ふんだ、そう願いたいわね。で、どこに案内すればいいの？確か危険なところに取材に行くから腕の立つ案内人が必要ってことよね。翡翠の塔って遺跡だ。名前ぐらい聞いたことあるだろ。なんだ、聞いたことがあるどころかこの前仕事で入ったばかりよ。そりゃ都合がいいな。具体的にはその塔の屋上に俺たちを案内してもらいたいんだ。雑誌に載せる写真を撮りたいんでね。ずいぶんと物好きね。俺たちっていうことは他にも同行する人がいるんですね。相棒のカメラマンがいる。オーバルカメラの調子が悪いんで工房に行っているはずなんだが、たくずいぶん遅いじゃねえか。急いでるんだったら工房まで迎えに行った方がいいんじゃない？どうせこのまま取材に行くんでしょ？それもそうだな。よし、工房で奴を拾ってからそのまま塔に向かうとするか。どうかそれだけは。どんなことでもしますから、カメラだけは返してください。命よりも大切なものなんです。困ったな。なあ親父、どうしたらいい？お前が受けた仕事だ。自分でケリをつけるんだな。なんか揉めてるわね。ひょっとしてあの人が。まあな。こらドロシー、いつまで待たせやがるんだ。ナイアル先輩、いいところに来てくれました。どうか助けてください。今度は何をやらかした？無駄遣いしてカメラの修理代が足りなくなったんじゃねえだろうな。びっくりです。どうしてわかるんですか？先輩、ひょっとして超能力者？同じことを繰り返されればアホでもわかるに決まってるだろう。お客さん、この人の関係者？それじゃあ悪いけど修理代立て替えてくれますかね？仕方ねえ。経費で落とさせてもらうぜ。いくらだ？カメラと飾り時計の修理で締めて2000ミラですね。ちょっと待て。カメラはともかく、その飾り時計ってのはなんだ？修理してもらっている間、店内を見学させてもらったんですよ。で、綺麗な置き時計があったんで手に取って見てたら壊しちゃって。でもよかった。それも経費で落とせるなんて。そんなもん経費に入れられるか。ちくしょう、自腹切って立て替えるしかないか。ほらよ、2000ミラだ。はい、これは領収書。なんかすごい組み合わせのコンビね。確かに
でも建て替えてあげるあたり割と面倒見がいい人みたいだね。ああ、待たせたな。ちょいとトラブっちまった。あれ先輩、この子たちは？護衛兼案内役の遊撃士だ。予約していたカシウス・ブライトの代理だとよ。こんな若い子たちが。私はエステル、よろしくね。僕はヨシュアと言います。エステルちゃんにヨシュアくんか。若いけど頼もしい感じね。私ドロシー・ハイアット。リベール通信に入ったばかりの新人カメラマンなの。もっかナイアル先輩のもとで鍛えてもらっている最中です。なんで俺様がこんなトンチキ娘の面倒を見なくちゃなんねえんだ。まったくあのヒゲ編集長め。まあまあ、そのうちいいことありますよ。お前が言うな、お前が。はあ、まあいい。メンツも揃ったことだし、とっとと取材に向かうとするか。目的地は翡翠の塔ですね。それじゃあレッツゴー。わあ、結構高い建物ですね。これって何階建てなのかな。この前は2階までしか行かなかったから。でも規模から言って5、6階くらいじゃないかしら。5階建てのはずだよ。うちにある資料に書いてあった。かなり前に調査されたけどその後放置されたみたいだ。そういえば他の地方にも似たような塔があるみたいだけど。ああ、その通りだ。ボース、ルーアン、ツァイスにも同じ様式の塔が建っているらしい。なんでもリベール王国が建国された時代のものらしいぜ。へえ、そうだったの。歴史のロマンを感じちゃうわね。それを伝えるのが今回の仕事だ。ドロシー、ローアングルで何枚か撮れ。はーい。さあ行くわよ。すごい気迫。カメラを持つと性格が変わる。さすがプロだね。しくしく。先輩、痛いですよ。お約束すぎるんだよ。かっこつけてないでいつものスタイルで撮りやがれ。てへ、やっぱり慣れないことをするもんじゃありませんね。それじゃ。おお、いい顔してますね。セクシーですね。とってもキュートです。いきますよ。はい、チーズ。なんで人物を撮るわけじゃないのに。でも違和感はないよね。景色の表情が見えるんだとさ。あんなアホなやり方で息を飲むような写真を撮りやがる。ま、一種の天才だわな。はあ、人は見かけによらないわね。はい、お待たせしました。よし、中に入るとするか。目指すは塔の屋上だ。頼んだぞ、新米遊撃士ども。ふふん、任せなさいって。どんな魔獣が現れたってあんたたちには爪一本触れさせないから。僕たちの後ろから離れないようにしてくださいね。
眩しい。やっと屋上に到着したわね。うわー、いい景色ですね。ほう、こりゃ驚いた。予想以上にいい絵が撮れそうだな。そしてあっちが例のブツか。あれって何なのかな。なんかオーブメント仕掛けのでっかいオカマって感じですね。資料によるとどうやら古代の装置らしいぜ。使用目的は分かっていないらしいかな。ねえヨシュア、こんなものがあるって知ってた？ヨシュア？隠れても無駄です。出てきた方が身のためですよ。出て行きます。今すぐ出て行きますから。何この人。なんと先客がいたのかよ。うわあ、びっくり。ヨシュア君、よく気づいたね。あなたは？すみません、ごめんなさい。手持ちのミラは全部あげますから、どうか命だけは助けてください。ちょっとおじさん、盗賊か何かと勘違いしないでよ。この紋章を見ればわかるでしょ。おお、それは遊撃士協会の。ひょっとして君たちは遊撃士ですか？その通りよ。私はエステル、こっちの男の子はヨシュアで、俺たちはリベール通信の記者だ。この塔の取材をするためにこいつらに護衛してもらっている。はあ、もう驚かさないでくださいよ。こんな場所に入り込んでくるから怪しい人たちと思ったじゃないですか。そういうあなたも十分怪しいと思いますけど、一体何者なんですか？これは申し遅れました。私、考古学者のアルバと言います。古代文明の研究のためにこの塔を調べに来たんですよ。たった一人でよくここまで無事でしたね。いや遺跡調査は慣れていますからね。魔獣から逃げ回る足腰には自信があるんです。さすがに今回は死にそうな目に遭いましたけど。むちゃくちゃな学者さんね。しかし考古学者ってことはこの塔の由来には詳しいのかい？まあ人並み以上には。調査を始めたばかりなので分かっていないことも多いのですが。それでもいい。何か面白そうな話はないか？記事のネタにさせてもらうぜ。そうですね。皆さんはセプトテリオンという言葉を聞いたことがありますか？それって教区長さんから教わったことがあるような。古代人がエイドスから授かったという力を秘めた7の至宝のことですね。その通りです。彼らはこの至宝の力を借りて海と大地と天空を支配したそうです。さらに生命や時間の神秘すら解き明かしたと伝えられるのですが、およそ1200年前、謎の災厄によって古代文明が滅びた時、セプトテリオンも失われました。七曜教会の聖典にも記されている伝説だな。で、それがこの塔とどう関係するんだ？七至宝の一つがこのリベールに眠っているという伝承があるんです。その名もオーリオール。オーリオール、なんだか不思議な響きの言葉ね。その伝承が本当ならば、
リベール最古の遺跡であるこの塔に何か手がかりがあると睨みましてね。それで調査に来たわけなんですよ。はあ、夢のあるお話ですね。そうでしょう。古代のロマンを感じますよね。いやー、分かってくれる人がいて嬉しいな。それで手がかりは見つかったんですか？今のところはそこの装置の謎が解明されれば何かわかるとは思うんですがね。面白い話だとは思うが、現状では憶測止まりってことか。話してもらって悪いが、記事にするにはいまいち弱いな。そうですか。学士。意外。案外真面目に記事書いてるのね。不確実なニュースソースを記事にするわけにはいかねえからな。ゴシップ載せてもヨタは載せねえのがリベール通信のポリシーなんだ。まあいい、予定通りに行くとするか。ドロシー、ロレンと前傾を収めたショットを数枚、それ以外はお前の感性に任せた。あちこち動き回って思う存分いい絵を撮りまくれ。わかりました。不肖ドロシー・ハイアット、思いっきり撮りまくります。学者先生、せっかくだから俺たちと一緒に町まで帰らないか？この二人見てくれはガキだが、護衛としてはそこそこ役に立つぜ。引っかかる言い方ね。ご一緒させていただけるなら私としては願ったり叶ったりです。決まりだな。それじゃあ撮影が終わるまでしばらく休憩することにしよう。いい眺めね。この高さからだとロレント地方全体が見渡せるわ。こんなに景色がいいんだから観光名所にしたら儲かるかも。うん、そうかもね。どうしたの？なんか元気なくない？君はごまかせないな。屋上に出てからちょっと気分が悪くなってね。大丈夫なの？うん、少し風に当たったらすぐに良くなると思うから。せっかくの機会だから君はいろいろと見学してきなよ。でもこうした機会に見聞を広めるのも遊撃士としての心構えだよ。何か面白いことがあったら後で僕にも聞かせてほしいな。もう口がうまいんだから。分かった、少しうろついてくる。ただし辛くなったらちゃんと呼んでね。了解。ああ、エステルちゃん、ここってすごくいい場所だね。観光クォーツの数が足りるか心配になってきちゃったよ。七曜石を加工した極薄のクォーツでね、これに光を焼き付けることで写真が撮れるっていう仕組みなの。あれ、そういえばヨシア君はどうしたの？
風の中に佇む黒髪の少年か。あ、すっごくいい絵が撮れそう。頼んだら撮らせてくれるかな。ちょっと残念。でもヨシア君って恥ずかしがり屋さんなんだね。おや、エステル君と言いましたか。お連れの方はどうしたんですか。そうですか。ここはいい風が吹いていますからね。しかし君といい彼といい、その若さで遊撃士とはすごいですね。確か遊撃士資格が取れるのは16歳以上だったと思いますが。いいですね。若いということはそれだけで無限の可能性につながる。私もあと10歳若ければ大陸全土に眠る古代遺跡の謎をこの手で解き明かしてやるんですが。ええ、北方の生まれです。あ、エレボニア出身ではありませんよ。誰か大切な方を。申し訳ない。立ち入ったことを聞きましたね。なるほど、それが先ほどの少年ですか。いいじゃないですか。仲良きことは美しきかなですよ。タバコがうまいな。ロレントなんて田舎の取材、最初は気乗りがしなかったが、たまには悪くないかもしれん。編集長の命令なんだよ。トンチキ娘の教育も兼ねてな。そうじゃなかったら今頃スクープを求めて王国全土を駆け回ってる最中だぜ。ゴシップも嫌いじゃないが、報道記事の方が圧倒的に多いぜ。そういう意味で今一番興味があるのはボースだな。
でかい強盗事件が相次いでいる。犯人の正体は分かっていないが、どうやら足を持った連中らしい。その可能性が高いな。だがエレボニア帝国による偽装工作という線もあり得る。確かに10年前の戦争じゃ帝国も痛い目にあったからな。大陸諸国の目もあるし、めったなことはできんだろうが、嫌がらせの可能性はあり得る。未だ真相は闇の中さ。そしてそれを明らかにするのが俺たち分野のお仕事ってわけだ。ヨシュア、まだ気分が悪い？いや、だいぶ良くなった。もう普段通りに動けると思う。よかった。一体何が原因だったのかな。塔の中で酸欠になったにしては私たちは大丈夫だったし、突発性の高所恐怖症だったりして。それはないと思うけど。エステルちゃん、ヨシュアくん。あれ、撮影終わったの？任せて、いっぱい撮りまくっちゃった。これで取材は終わりだ。そろそろ町に引き上げるとしよう。新米ども、帰りもよろしく頼むぜ。よろしくお願いします。いやー、助かりました。こんなに安全に遺跡から帰れたのは初めてです。エステル君、ヨシュア君、本当に何とお礼を言ってよいやら。いえ、当然の義務ですから。できれば次の調査では最初から遊撃士を雇ってよね。はは、財布と相談してみます。それでは皆さん、またどこかで会えるといいですね。さてと、俺たちもここで失礼させてもらうぜ。最初はどうかと思ったが、なかなかいい働きをしてくれたな。一応礼を言っておこう。これが実力よ。アホ、勘違いするんじゃねえ。俺が知ってる遊撃士と比べたらお前なんざひよっこもいいところだ。せいぜい精進するんだな。肝に銘じておくわ。ところでお二人はすぐに雑誌社に戻るんですか？いや、今日一日くらいはロレントでゆっくりするさ。原稿も書かなきゃならねえしな。私は工房に行って早速現像してきますね。それじゃまったね、エステルちゃん、ヨシュアくん。父さんから引き継いだ代理の仕事もこれで終わりか。思った以上に結構やりごたえがあったわね。うん、そうだね。それと戦いだけが遊撃士の本分じゃないことが少しだけ分かったような気がする。またカッコつけちゃって。でも私も分かるような気がするよ。まだまだ先は長そうだけど、とりあえずギルドに報告に戻ろうか。そうしましょう。あ、そういえば調子はどう？また気分悪くなったりしてない？あ、うん、すっかり良くなったみたいだ。あら、エステル、ヨシュア。あれ、シェラネ。珍しいですね。いつも飛び回ってるのに。先生から引き継いだ仕事がようやく終わったところでね。ちょうど報告をしてたってわけ。あ、シェラネも終わったんだ。まあ
なんとかね。アイナから聞いたんだけど、あんたたちも頑張ったみたいね。やれやれ、毎日苦労してしごいた甲斐があったもんだわ。へへ、感謝してます。それじゃあ私たちも報告しちゃおうかな。いいわよ、話してちょうだい。はい、ご苦労様でした。どうかしらシェラザード、なかなか頑張っていると思わない？新人にしてはやるわね。でもここで満足しちゃダメよ。特にエステル、あんたはすぐ調子に乗るたちなんだから。はいはい、ちゃんと分かってますってば。エステルとヨシュアもシェラザードもご苦労様でした。カシウスさんの抜けた穴がこんなに早くカバーできるなんてね。これでしばらくはのんびりできるんじゃないかしら。それはそれで少し退屈な気もするけど。街道の巡回や魔獣退治みたいな細かい仕事はあるから大丈夫だよ。うんふふ、久しぶりにゆっくりできるわね。よーし、今夜は思いっきり飲むぞ。エステル、ヨシはあんたたちも付き合いなさいよね。酔っ払った知らねえの相手すんの？あらエステル、私の誘い断るつもりね。いい度胸してるじゃない。だって知らねえって酒癖めちゃめちゃ悪いんだもん。騒ぐし踊るし脱ごうとするし。確かに目のやり場に困るんだよね。シェラザード、未成年相手に何をしているのよ。何よ、酒の余興じゃない。そんなに嫌ならエステルは勘弁してあげるわよ。本当？代わりにあんたの分までヨシュアに付き合ってもらうから。シェラさん、ちょっとどうもヨシュアはしっかりしてそうで奥手だからね。酒にしてもその他にしてもお姉さんがいろいろ仕込んであげよっか。いろいろ？ちょっとヨシュア、何鼻の下伸ばしてんのよ。誤解だってば。大変じゃ。あれ、市長さん？エステル君とヨシュア君、おお、シェラザード君もいるか。ちょっと助かった。どうしたんですか、そんなに慌てて。一大事なんじゃ。家を強盗している時に私が留守に入ったらしいのじゃ。市長さん、まずは落ち着きなさいよ。大きく息を吸ってゆっくり吐いて。実は私が留守にしている時に家に強盗が入ったらしいのじゃよ。穏やかじゃないわね、それは。教区長と話すことがあって先ほどまで教会におったんじゃが、家に帰ったら誰も出てこないのでおかしいと思って調べてみたら強盗が押し入った後だったんじゃ。ちょっとミレーのおばさんたちは？大丈夫、全員無事じゃよ。屋根裏に閉じ込められただけじゃ。よかった。人に被害が及ばなかったのは不幸中の幸いだったわね。ここにいても拉致が開かない。市長さん、現場を見せてもらえる？よろしくお願いする。
待って、私たちも行く。そうですね、何か役に立てるかもしれません。仕方ないか。アイナ、私たちは事件の調査に入るわ。何か面倒が起こったら全部リッジに押し付けてやって。酒場でのんびりしてるはずだから。ええ、分かったわ。みんな気をつけてちょうだい。めちゃくちゃだわ。これはまた見事なほどの荒らされっぷりね。あ、金庫が。女王陛下に送るはずだった七葉石も盗まれてしまったよ。せっかく君たちが運んでくれたのに申し訳ない。謝ることないですよ。悪いのは犯人たちなんですから。ところで他の部屋の様子はどうですか？他の部屋はほとんど荒らされておらんよ。家内たちが押し込められていた屋根裏部屋が散らかった程度じゃ。ふん。エステル、ヨシュア、頼みたいことがあるんだけど。何？私は市長さんから事情聴取をさせてもらうわ。その間、あんたたちは屋敷の内部を調べてほしいの。それっていわゆる現場検証ってやつ？僕たちに任せていいんですか？せっかく人数がいるんだもの、分担した方が効率的でしょうが。分かった。できる限り頑張ってみるわ。慎重に、そして確実にね。それじゃあ市長さん、応接まで話を聞かせてくれない？何から話したものか。現場検証か。なんかドキドキしてきちゃった。早速この部屋から調べてみようか。それと屋敷の人たちから犯行当時の証言を聞いてみよう。オッケー。
それじゃあ一つ一つ確かめていくわよ。まず犯人たちが狙ったのは？犯人たちの規模は？どこから侵入したの？ズバリ今回の犯行に関係すると思われる人物像は？へえ、よく調べたじゃない。これで犯人は特定できそうだわ。市長さん、ここ 2,3 日の間で初対面の人物を書斎に通した？そうじゃな。何人かいることはいるが、雑誌社の記者諸君もそうじゃ。なんだ、あの人たちも市長さんを訪ねていたんだ。犯行当時、彼らは僕たちと翡翠の塔に行っていました。容疑者からは除外できると思います。なるほどね。市長さん、それ以外には？それ以外というとジョゼット君しかおらんが。でもまさかの。さすがにあの子が犯人ってのは無理があるよね。なんといっても王立学園の生徒だし。犯罪者が分かりやすい格好をしているとは限らないわ。制服なんてその気になればレプリカを作ることもできるしね。でも本当にいい子なんだってば。人当たりが良くてお嬢様っぽくてね。えヨシュは。あいにくだけど僕の意見は逆だよ。あの時市長さんが七曜石を金庫に入れた時、あの子まるで狩人のような獲物を見る目をしていたんだ。もちろん確証はなかったから問いただせなかったんだけど、少なくとも僕の目にはただの女学生には見えなかった。そんな。信じられんの。どちらにせよその女の子には話を聞いてみる必要がありそうね。その子どこにいるか知ってる？確かホテルに泊まっているはずだけど。でも今日あたりにロレントを立つって言ってたわ。急ぐ必要がありそうね。エステル、ヨシュア、まずホテルを当たってみるわよ。わかりました。
先輩、危ないですってば。そんなに無理して走ったらこれが走らずにいられるかってんだ。ちくしゃ、タバコを減らすべきかもな。何やってるのお二人さん。おう、お前たちか。実はな、これからボースに行かなきゃならねえんだ。でも定期船はまだ来てないみたいですけど。ああ、知ってる。だから街道を通っていくんだよ。さすがに時間はかかるが、歩いていけない距離じゃねえしな。そりゃご苦労様ね。ひょっとしてスクープ狙いなの？ああ、とびっきりの極上者だぜ。こうしちゃいられねえ。なんとか今日中に着かねえと。先輩、本当に大丈夫かな。それじゃあまたね、エステルちゃん、ヨシュアくん。にぎやかな連中だこと。あんたたちの知り合いなの？例の雑誌社の記者たちよ。父さんの代わりに塔に案内した。何か事件でもあったのかな。ここからがミストバルトね。シラさん、何かわかりますか？間違いないわね。ほんの少し前に複数の人間がこの辺りを通った気配があるわ。十中八九当たりかもしれない。そんなことわかるんだ。逃亡犯のトレースも遊撃士に必要な技術だからね。とにかく森の中を調べるわよ。あんまり大声を出さないようにね。ラジャー。了解しました。まったくちょろいもんだよね。あの程度の下準備でこんな極上品が手に入るなんて。これで兄たちに自慢できるよ。しかしお嬢にはびっくりだぜ。いくら制服着てたからってあんな演技ができるなんてよ。さすが元貴族令嬢だね。ふんだ、昔のことはどうだっていいだろ。しかしこの格好をしてりゃ大抵のやつは騙せるから助かるよ。あのお人よしの市長といい、能天気な女遊撃士といいおめでたいやつら。なんですって。落ち着いて、もうちょっと話を聞いてみよう。仕方ないわね。でもあのガキども結構手強そうでしたぜ。鉱山に現れた魔獣をことごとく退治してたし。鉱山？ああ、君が失敗したやつか。成功してたら僕がわざわざ猿芝居を打つことなかったのにさ。すまんお嬢。まあそう気にすんな。終わりよければ全てよしだよ。それにしてもあんな連中が遊撃士とはまったく笑わせてくれるよね。特にあの能天気女、僕のことを毛ほども疑わずに仲良くなりそうだってさ笑いをこらえるのに必死だったよ何
難しいのよ。あんたたちは。黙って聞いてりゃ能天気だのおめでたいだの好き放題言ってくれちゃって、覚悟はできてんでしょうね。遊撃士だと。どうしてここに？屋敷から七曜石を盗んだ手際は見事だったけど爪が甘かったみたいね。遊撃士協会規約に基づき、家宅侵入、器物破損、強盗の疑いであなたたちの身柄を拘束します。抵抗しない方が身のためですよ。お嬢、どうすんだ。ビビることはないよ。いくら遊撃士とはいえ、所詮は女子供の集まりさ。僕たちカプア一家の実力を骨の髄まで思い知らせてやるんだ。何が女子供よ。自分のことを棚に上げておいて。もう頭きた。絶対ギャフンって言わせてやる。それはこっちのセリフだね。君たちやっちゃいな。合点だ。あんたたちみたいなアマちゃんが僕たちに勝てると思うなよ。ほんと勘に触るわね。ま、調子に乗っていられるのも今のうちよ。ええ、速やかに制圧しましょう。かかってきやがれってんだ。覚悟なさい、シルベンウィップ。遅いよ。よーし。舐めてもらっちゃ困るぜ。これはどう？はあ、旋風。続いて了解。おまけよ。そこまでだよ。容赦はしない。どうした。手当てするわ。サンクス。せい。行くよ。ドライブ開始。させない。行くわよ。一斉に行くわよ。これはどう？のきなさい。許さない。ドラ手当てするわ。いつでも行ける。どんどん行きましょう。本気で行くよ。遅い。下がれ。おまけよ。よーし。これはどう？ここが攻め時よ。
せない。そこさせない。これでも食らえ。そら遅い。私の番で。はっ、ありがとう。任せて。これは効くよ。はあ、切り裂け。よしは、ほい。覚悟しなよ。それ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 。乗ってきたわ。後悔しなさい。痛くしてあげる。これはどう？のきなさい。おまけよ。やー。なんとかしないと。なめてもらっちゃ困る。かかってきやがれってんだ。遅い。下がれ。合わせて、ほい。許さない。そこまでだよ。ごめん。いい度胸ね。一斉に行くわよ。降参するなら今のうちだよ。お仕置きが必要みたいね。おおそれ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 、終わりよ。くっそー、よくも仲間を。この鬼悪魔冷血女。むっかー、誰がなんですって。少なくとも盗賊には言われたくないね。危険よ、慎重にね。降参するなら今のうちだよ。僕が相手だ。降参するなら今のうちだよ。やっ、危機一髪ね。今です、シェラさん。焦らずに行こ許さない。シャキッとしなよ。う。任せて。強気で行くわよ。許さない。そら遅い。ドライブ開始。何か仕掛けてくるわ。これはどう？はっ、決めて知らねえ。女神のあるからよ。はあ、くらえ。
いい度胸ね。危ないわ。はあ、助かった。行くわよ。焦らずに行こう。はあ、どうだ、お返しよ。はっ、強化するわ。行くよ。これは効くよ。今です、シュラさん。痛くしてあげる。しびれるわよ。はお願いします。あ、いいわよ。おまけよ。ドライブ開始。ガンガン行くわよ。みんな行くわよ。決めて、知らねえ。決まっていきましょう。覚悟なさい。シルフェンウィップ。遅いよ。そこ、お返しよ。あったまってきた。本気で行くよ。油断は禁物よ。お願い。了解。それ。ありがとう。ドライブ開始。くらえ。こんなところで。行くわよ。危ないわ。はあ、助かった。ガンガン行くわよ。気合を入れるわよ。そこ、僕が相手だ。気張っていきましょう。遅いよ。今です、シュラさん。なんとか立て直そう。これはどう？のきなさい。
くわよ。頑張って。助かった。僕が相手だ。捕らえた。行くわよ。頑張って。ありがとう。ドライブ開始。風よ。切るんだわ。遅い。あいたたたた。まさかここまでやるなんて。そろそろ諦めて降参したら。誰があんたたちなんかに。まだまだ勝負はこれからだってば。やれやれ、とことんやるしかなさそうね。決まっていきましょう。降参するなら今のうち。無駄だよ。行くわよ。防御するわ。覚悟しなよ。それ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 。流れを変える。解き放つ。油断は禁物よ。遅い。下がれ。もらったわ。エステル、頼んだ。降参するなら今のうちだよ。どうだ。行くわよ。降参するなら今のうちだよ。よし。はっ。助かった。そこまでだよ。容赦はしない。これは効くよ。そこだ。お願い。わガンガン行くわよ。強気で行くわよ。背中は任せて。ありがとう。行くわよ。後悔しなさい。お姉さんに従いなさい。おおそれ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 。終わりよ。もらった。いい感じね。出番よ、よしは。無駄だよ。覚悟しなよ。それ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 。あったまってきた。これはどう。降参するなら今のうちだよ。飛ばすわよ。行くわよ。熱波無双撃破。知らねえ。オーケー。おまけよ。ドライブ開始。これは効くよ。させない。そこまでだよ。
いい度胸ね。しぶといやつらだな。どんどん行きましょう。いやー、稲妻よ。しまった。切るんだわ。乗れた。いい感じね。行くよ。これは効くよ。今ですシュラさん。このまま攻めよそこまでだよ。ところでいい度胸ね。痛くしてあげる。しつけてあげるわ。せい。ありえないって。そんなバカな。ふんふん、参ったか。遊撃士をなめるんじゃないわよ。さて、あれは返してもらうからね。ああ、僕のセプチューム。あんたのじゃなくてロレントの人たち全員のもの。まったくずうずうしいんだから。さて、決勝も取り戻したことだし、告白タイムと参りましょうか。面白い名前を言ってたわね。確かカプア一家とか。ギク。さあね、何のことやら。強情じゃない。そういう子は嫌いじゃないわよ。危ないじゃないのさ。口を開くつもりがないなら体に効くしかないじゃない。大丈夫、優しくしてあげるから。近寄るな。あっち行け。知らねえ、絶対に楽しんでるよね。触らぬ神にたたりなしたね。シュラさん危ない。オーバルカノン。知らねえ、大丈夫？平気よ。それより上に注意なさい。飛行艇？形勢逆転だね。おーい。ジョゼット、大丈夫か。キルニー、ずいぶん遅かったじゃないか。まあいいや、早く加勢してよ。いや、ロレント進出はお預けだ。お前がいない時にボスで面倒なことが起きたんだ。面倒なこと？いいから早く乗りな。グズグズしてると置いてくぞ。待ちなさいよ、こら。勝負はお預けだ。これで勝ったと思わないでよ。いずれ決着をつけてやるからね。参ったわね。あんなものまで出してくるとは。一本取られちゃった。笑い事じゃないってば。悔しいよ。まあいいじゃない。七王石も取り戻せたんだし。それにしても彼らは空賊だったみたいですね。ええ、
間違いなさそうね。どうやらボース地方を根城にしてる連中みたいだけど、まさかロレントみたいな田舎に出張してくるとは思わなかったわ。空賊だろうが山賊だろうがどうだっていいわよ。あの生意気ボクっ子、今度会ったらギタギタのパーにしてやるんだから。ギタギタのパーって。大変なことがあったわね。まさか空賊が現れるなんて。逃がしてしまったのも無理ないわ。いや、今回は私のミスだわ。もっと用心して叱るべきだった。まだまだ先生の域には遠いわね。シェラ姉の責任じゃないってば。頭に血が上ってた私のせいだと思う。僕もうかつでした。いや、あんたたちはよくやったわ。市長邸の現場検証も完璧だったしね。アイナ、推薦してもいいんじゃない？そうね、私もそう思います。推薦？どういうことですか？その前にまずは今回の調査の報酬を渡しておくわね。それとこれを受け取ってちょうだい。これって今のあなたたちは準遊撃士、つまり見習いみたいなものね。声優撃士になるためには王国にある全ての地方支部で推薦を受ける必要があるの。これはロレント支部の推薦状よ。いいの？そんなものもらっちゃって。声優撃士になるにはそれなりの実績を上げる必要があるって聞きましたけど。代理の仕事と今回の活躍、実績としては十分だと思うわ。ただしあくまでロレント地方での実績だけどね。他の地方支部でも実績を上げて推薦をもらう必要があるってわけ。ボース、ルーアン、サイス、そしてオート、グランセル。まだまだ道のりは長いわよ。でもすっごく嬉しい。一生懸命やった甲斐があったわ。ねえヨシュア、こうなったら他の地方にも行くっきゃないよね。言うと思った。賛成だけど僕たちだけじゃ決められないよ。父さんが帰ったら相談してみよう。あら？それって通信機よね。はい、こちら遊撃士協会リベール王国ロレント支部です。あら、ご無沙汰しております。本当ですか？それは大変なことになりましたね。何かあったのかな？うん、そうみたいだね。ええ、確かに先日から出張で出かけておりますが。何ですって？失礼しました。にわかには信じられませんが。ええ、わかりました。家族には私から伝えておきます。大丈夫です。本人たちも遊撃士ですから。はい、何か分かったらよろしくお願いします。アイナさん、何かあったの？珍しいこともあるもんね。あんたがそこまで驚くなんて。で、どこからの連絡だったの？ボース支部からよ。大変なことが起こったわ。定期飛行船リンデ号がボース地方で消息を絶ったの。
どういうことですか？まだ詳細はわからないわ。現在王国軍が出動して大規模な捜索をしているそうよ。そのせいで他の定期船も運航を見合わせているらしいの。なるほどね。それで発着場が混雑してたのか。それでアイナさん。エステル、ヨシュア、気をしっかり持ってちょうだい。行方不明になった定期船にカシウスさんが乗っていたらしいの。まさか。嘘でしょ？乗客名簿に名前があったらしいの。リベール遊撃士協会ロレント支部所属聖遊撃士カシウス・ブライト45歳って。